こんにちは。チーム結びの梅原です。日本の美しいものづくり、その背景にはいつも静かな情熱があります。今回ははさみ焼きの窯元とともに挑んだ抹茶碗作りの舞台裏をご紹介します。こんにちは。はじめまして。お世話になってます。はさみ焼きとは、長崎県の中央北部に位置する波佐見町付近で作られる陶磁器のことです。400年以上もの間、丈夫で実用的な日常使いの食器として愛されてきました。今回訪れたのは、釉薬による色使いの巧みさが評判の長十郎窯です。すみません、突然お邪魔しまして。失礼します。事務所に通されると、色とりどりの器が出迎えてくれました。これすごい、見たことない。見たことない抹茶碗を作って結構要望があったんですよね。そうなんですね。従来ある抹茶碗よりも、はい。全然抹茶碗らしくない抹茶碗ハサミにしかそうできないですねとか、ハサミらしい。はい、今はその春めがけてっていうところで、春らしいコンセプトで抹茶碗を作っていくっていうことを、考えてます。で、ちょっといろんな案をバーッと持ってきちゃってるんですけども、私たちの、商品の中でも本当に桜のアイテムっていうのは、例えば抹茶碗だけじゃなくて、いろんな商品すごく引きが強くて人気があるので、その桜みたいなところをテーマに、いろんな桜のイメージを、抹茶碗に落とし込んでいくっていうのがコンセプトとしてできないかなっていうのを考えてます。夜桜だったりとか、この葉桜だったり、どんな釉薬、どんな景色がふさわしそうかなっていうところで、桜とはいえ、その全部ピンクっていうよりは、ですね。そうっていうイメージです。から黄色、春のイメージ。春のイメージです。あって、差し色でピンクがちょっとあったりとか。そうですね。これもその桜がこう川の水面に花びらがわーって落ちてるようなイメージにも近いなって感じましたし、日本の春っていうのを閉じ込めたような商品になればいいかなっていうふうに思ってます。青のやり方、一番左のこのやり方で下の色を変えてやるとか。これもすごい春っぽいなと思いますね。ですね。こういうやり方で色を変えていくようなやり方もできるしっていう感じですね。本当は違うのを持ってきたいんだけど。そうなんですね。これも綺麗だな。ハサミっぽくないですか、この色。他の産地ではないですよね、これ。長十郎さんらしさが出ますね、これは。すごい好きだな。並んでいるのは石膏でできた型です。この中に生地の元になる粘土を流し込みます。土をこれからの塊を練るんですよ。そうするとある程度時間が経ったら状態でこのドロドロ状態になるので、これ計算今ドロッとした液体が計算そうだって、これを混ぜないとこれを混ぜないと攪拌できないので、水とそれで分量が決まってるので、混ぜ合わせて、これで土を今から練っていく作業を。
今3つパーツありましたよね。3つパーツあります。これは底面底面でと側面の型になります。でこの中に泥漿といって液体状の土を流し込みます。で流し込んで時間がだいたい10分15分ぐらい経つと、この石膏なので液体状の土が水分を吸って、でこの周りに土だけ残っていい厚みになったら、使わない土泥漿をこういう状態で流しまだ時期の生込み屋時期の生込み屋さんはある、あ、そうなんです。土物の生込み屋さんがないです。ないです。それってどうして減ってきたんですか。もともと少ないんですかね。いや、後継ぎもう後継者ついでないんですね。いるんですけどね、息子さんとか継がない。継がないここ最近、10年続いて覗かせてもらったのは、生地を削って形を整える工程です。これ土は先ほど見せていただいてた土そうですか。型から取り出した生地を乾燥させたら、凸凹に釉薬がとどまるのかみたいなのも計算される。そうです。釉薬が溜まったりとかですね、はい、表情がいろいろ出てくるので、すごい。もう少しやわいぐらいが削りやすいんですけど、はい、全然削れそうなんですね。この形やっぱりいいですよね。一番やっぱり、初心者にも立てやすい形状で、さっき取り付けられてたやつですよね。これはろくろで回転させた生地に当てて形を作るコテという道具です。歴史を感じますね。なんかこういう型のやつの半分のやつを用意して、丸いやつを半分のやつを1個用意して、それでコテ屋さんっていう専門を作られるところに、紙でこういうふうに作ってくださいって、この紙を作ってやるんですよ。でコテ屋さんがこれをここにこう下をように作ってくれられるんですよ。合わせるさっき中で見せていただいたどこら辺までどこまで下までこう下げるとかっていうのってここが型の下なので、これから下をどんくらい5ミリ取ろうか、例えば10ミリ取ろうか、
っていうところから基準でここの横を決めやがる。ああ、なるほどなるほど。大体基本的に5ミリぐらいが前後、そこの厚みで、こっち側にも5ミリ取るで髪型っていうのを作って、はい、コテ屋さんにあればこれが出来上がる。そこ一番初めのその髪型のところが大事ですね。一番もうコテ屋さんは、髪型通り作りますからもしそこで間違ってたら、はい、合ってないやんっていうことになる。なるほど。すごいたくさん形状がありますね。はい。イメージに近い色の焼き物を探します。やっぱそれが好きなの？これもうちょっと一目惚れしちゃった感じですよね。何パターンか作るのであればムードもそれぞれ別のものにしたいしっていうところでそれぞれちょっと違う顔になるといいなと思ってます。パッと見て何色って言えないようなものになった方が面白いなと思ってて、抹茶碗って、器を選んで立てて自分で、いただくお茶をいただくっていうところまで結構ずっと長く見てる器だから、今日はこういう風に映るけど明日は自分の目にどう映るんだろうみたいなのが楽しみになるような器になったらいいなと思ってて、なんかその日の自分の状態を映す鏡みたいなそういうものに仕上がると大成功なんじゃないかと思います。気に入ったものを集めてきました。こういう表面の感じ、ザラザラの感じ、プツプツプツっていうプツプツプツって裏の色がこれだと飴がポッて出て見えてるみたいな、なんかこう遠目で見るのと手元で見る印象が日々違うようなものがいいかなと思って、黄色ベースのものとこれのこの感じを掛け合わせるってことはできるんですか？できはするんですけど、どういう風に上がるか。抹茶碗の色を決めるのが釉薬です。そうです。これが釉薬の原料になって、で砕くのはこういう生を小さくする、小さく粉々にしたいんで、で最初からこういう粉になってるのはいいんですけど、どうしても吸った時に焼き上がりの色や表情を決める大事な要素です。細かく砕いて水に溶いて陶磁器にかけます。それでこのポットミルっていうんですけど、ここに原料を調合入れたのを全部入れて、で水を入れて混ぜるっていう機械があるんですけど、どの種類をどの順番でかけるかで全く異なる印象になります。スピードが命なんですか？そうですね。あんまりゆっくりしすぎると今度釉薬が熱くかかって、ああ、なるほど。
した方が一回やってみないと一回してなんで、ほぼほぼやり方は一緒なんですけど、内側を艶ありの方にしてやればまだディスクとしては綺麗に取れるかな。ピンクの色ってこの色ですか？まさにズバリ。外はそのピンクの色。ああ、そうなんですね、はい、これめちゃくちゃ面白いですね。これをズバリに縁サビをするのが1点ですね。3つのパターンで試すことにしました。サビのもう全然新しい感じです普段抹茶碗にこう黄色とかこう使ったりしないんで、どっちかっていうと抹茶碗といえば昔からアメ湯とかオリベとかもうそっちの方がほとんどだったんですけど、全然雰囲気が変わってきますね。楽しみに待つこと2ヶ月。こうして日本の桜の情景からイメージを膨らませた3種類の抹茶碗が完成しました。はい、じゃんじゃん届きました。見たい見たい。じゃん。かわいい。黄色鮮やか。カードと同じ色合いで。いいですね。私黄色かな、やっぱ。黄色が可愛いな。可愛い。ポップですね。抹茶が映えそう。そうね。緑がいい感じですね。いい感じですね。ムスリオリジナルのム。嬉しいですね。ね。結びきるんだけのオリジナル抹茶碗で、あなただけの特別なひとときをお楽しみください。